ミニ四駆のメジャーギミック。皆さんご存知、ボディ提灯、みたいものを作る企画では、前々回に作成した公式推奨の AT スラダンのために、ロードスピリットのプラボディを使った提灯を作成しました。そして今回は、さらに王道のポリカボネートボディを使った提灯を作成していきます。なぜギミックを作るのか？それはマシンの乾燥率を上げるため。では、なぜ乾燥率を上げるのか？それは速いマシンを作り出すため。ではなぜそれが必要なのか？それは、今年も各地でミニ四駆の公式レース、ジャパンカップが開催されています。ミニ四駆を手にしたことがあるものなら皆知ってる公式レース。誰しも一度はこの公式レースを自分のマシンで走ってみたいと思うでしょう。公式レースに出てみたい。もし、そう思ったならば、それを果たすこと以外に解決策などありはしないのです。自分にそれができるのならば、挑戦してみる他に解消方法はないのです。そうでなければ、やらなかった、という後悔がデバフのようについて回ります。やらない理由は山ほどあれど、やる理由はたった一つ。それでは今回の動画をお楽しみください。前回のうる覚え反省のコーナー。イェイ。ウェイ。毛細血管減少。毛細管減少。Repeat after me. 毛細管現象。 Good. Again. 毛細管現象。 Good. しかしなぜ、を入れたんですか？いやー、普通にうる覚えだったよ。てか本当にうかつですよね主任さんって。あ、こんにちは、通りすがりの助手、F1 です。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。前回はすいませんでした。連続でのミスで、ほんと申し訳ないです。前回、も、ですよね。今後とも気をつけて動画を作成していく所存です。なお、他の動画にもたくさんあるっぽい。で、今回は何でしたっけ？今回はボディ提灯のプラン B だよ。前回はプラン A のミニ四駆キャッチャーを使った割と変則的なボディ提灯を作ったんだ。ああ、そうでしたね。公式のミニ四駆キャッチャーを使ったロードスピリットでしたね。そう。それで今回は正当というか、普通ボディ提灯といえばこれだよねってスタンダードなポリカーボネートを使ったボディ提灯を作っていくよ。ある意味これが本命なんですね。そうだね。まあ僕としてはプラボディの方が好きだからこそこの並びなんだけどさ。気持ちはわかるー。ボディ提灯といえば、ものは前に AR 街道計画で作りましたもんね。そうね。まああれはありものを乗せただけだしね。あれは構造解析がメインだよね。今回はポリカボネートボディをゼロから使うよ。それとボディ提灯の機能をさらっとおさらいしとこうか。トドのつまり低重心化と空中姿勢と着地の話になるんだよね。このマス段が低い位置に設置できるのがまず強み。重心が低いとマシンが吹っ飛ばなくなりますからね。ボディが稼働してのバランス制御。相手は立体的コースですからね。着地後の羽の抑制ってことになる。再加速とかにも影響しますよねこれ。それらの要素を全て向上させようっていうのがつまりこのボディ提灯ってわけだ。欲張り機能満載ギミックなんですね。まったくだな。前々回作った AT スラダンと組み合わせるとさらに機能を欲張ったギミックが完成することになるよ。盛りすぎでは？それで提灯自体の作成方法は超速ガイド2020-2021から設計図を持ってくる。超速ガイドは本当に役立つけど、この2020-2021年版は特にギミック系の記事が多いからほんと役立ってるよ。ネタ用付箋紙がいっぱいですもんね。ガイドが欲しい方は概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひ。案件も待ってます。それじゃあ今回の使用パーツを見ていこうか。ポリカボネートボディ。今回のメインパーツ。言わずと知れた軽量効果抜群のパーツ。もっと種類が欲しい。FRP マルチ補強プレートと FRP マルチワイドステイ。超速ガイドの指定品と違うので注意。いつものあり合わせの有用品。主任さん曰く提灯のフレームができれば良いんだからこれで OK とのこと。なぜそういうところは雑なんだろう。さあ、ハトメとネジとロックナット。もちろん後で微調整する。以上。あれ？なんか少ないですね。そりゃあ提灯だけだからね。
それで今回の構造解析はこんな感じだ。干渉しないようにカットする。土台の AT スラダンと合体させる部分を後目加工する。 AT スラダンの作成方法は VZ11 を参照してください。 FRP マルチワイドステートマルチ補強プレートを組み立てる。ぶっちゃけタイヤと干渉しないプレートの上にポリカが設置できる強度があればいいんだから、これでいけると思うんだ。高さの調整は必要でしょうけどね。その辺はやってみないとわかんないかな。それでマスダンを左右に取り付ける。ポリカボディの固定はどうするんですか？サンダードラゴンのサイドの角度って結構ありますけど。もちろん考えてるさ。聞いて驚け。不安しかない。おもむろにプラスペーサーを用意。カットしてポリカを挟んでギュッと固定。 Good. これでバッチリさ。多分ね。不安だな。まあ固定方法はこれでいこうよ。 VZ11 で作った AT スラダンを持ってきてこの提灯と大合体だ。はい完成っと。どうよ。稼働の脳内イメージとしてはこれだね。うひょー、これかっこいいんじゃね。よしこれを作っていこうか。それじゃあ作業開始だね。3, 2, 1, go. FRP のカットからやろう。仮組みしてタイヤが FRP と干渉しないようにマスキングテープで1出し。 FRP を2本まとめてリューターでカット。 FRP はガラス繊維でできています。吸い込まないように気をつけてください。工具を使うときは怪我に注意してください。ここは2本まとめて加工する。加工した FRP を組み立てる。このフレームは結構ガチめに締めとかないとすぐ緩むからギュッと締めといてね。鉄道部のハトメ加工をしよう。 2mm 系のドリルで穴を拡張。ハトメを用意してはめ込む。提灯のフレームが完成。フレームを乗せるとこんな感じ。履いてるタイヤは中径だね。それからポリカをカットする。万能ペンマッキーでカット位置をマーキング。直で良いんですか？ああ心配しないで。ちゃんとこれデフォルトで保護カバーが貼ってあるんだ。でバッサリカット。シャフトの干渉とかはいい感じで調整してね。一度カットすると戻せないから慎重にね。よしじゃあ仮組みしてプラスペーサーで配置してみた。後で調整が必要になるや。今回はこれを用意したんだ。何ですかこれ？これはハンドメイドのマスキングパターン。これを使って塗装しようと思ってさ。また凝りましたね。役立つんですかこれ？もちろんだよ。これ原寸大にしてあってさ、これにマスキングテープを貼ってね、それをカットしたらマスクパターンになるって仕掛けさ。またこんなところで労力かけてる。本人はすごく楽しそうだ。ほらこんな感じでパターンが入ったよ。でスタジオ塗装すると、やっぱりさ一色塗りとか寂しいじゃない。まあ確かに。気に入ったボディってのを作りたいわけよ。ってことで出来上がり。どうよ。もっと褒めてよ。こういうのは褒めて伸ばそうぜ。結構塗装が荒いのでは。あ、アップにすんな。遠くからふんわり雰囲気で見てよ。まだまだ腕が悪いですね。とりあえずできたからさ、テスト走行に行こうよ。ヤフー行きましょう。ということでやってきました。いつもの小島コース。マシン初見ライトダッシュを積んである。いつもお世話になってます。大きいコース嬉しいです。さて行ってみようか。いいね。開き具合とか良さそうですね。そうだね。なんだかモーターをもう一つ上にしてもいけそうだね。そうですね。
妙に安定してますね。まったくだ、妙に安定してる。ねえ主任さん、と思ったんですけど、これってレーンチェンジにもよくないですか？あほらレーンチェンジで少し浮くじゃないですか？うんうん。ってことはこういう風に浮くってことで、フロントローラーにすごいスラスとかかってませんか？ああ、確かにね。でしょ？使えるのでは？うん、JCJC でテストしてみようか。レーンチェンジに入る前、別カットからもう一度。で、これがレーンチェンジ脱出の時。それっぽい挙動はしてるね、これ。でしょう？一応課題としてストックしておいて、そのうちレーンチェンジ対策のネタをしようか。おお、良いですね。もしかしたらうまくはまるかもしれないですね。そうなったらいいね。まあレーンチェンジ対策はいずれぶち当たる問題さ。あ、そうそう、一応重量比較もやっておこう。まずプラボディ提灯、次にポリカ提灯。あれ？合ってますこれ？提灯を同じにしてみるか。ああ、これってつける提灯に注意が必要なんですね。そうな、これ注意しないとあっという間にポリカの意味がなくなるな。こういうのにもこれから気をつけていきたいですね。まったくだ。なかなか良かったんじゃないですか？そうだな、新しい課題というかネタもできたしね。多分ボディ提灯自体はうまくいったんだけど、なんか想像してたかっこよさと違うんだよね。なんだろう。作り手が下手だから？それは認める。なんだろうな。塗装かな、色合いなんだろうか。まあどれももう少し上手くなりたいね。課題は多そうですね。まあそうね、それ自体はいいことではあるのよ。ってことで今回はここまで。高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ、超図解 VZ。 今回のおまけコーナー、始まるよー。ってことで今回は、前回から主任さんが始めたダウンロードコンテンツ企画の CM します。まさかの案件。プリン2個で引き受けました。そりゃ安い。本当におまけコーナーなんですね。まあ、そう言わないでよ。前回の動画では、キャッチャーダンパーの型紙。今回の動画では、サンダードラゴンのマスキングパターンの型紙。これは両方とも A4 のコピー用紙で印刷すると原寸大になるように作ってあるのでぜひ便利に色々利用してください。今回のデータはネットプリント推奨です。おう、なんでネットプリント推し？さ、コンビニのコピー機ってレーザー印刷なのね。これで印刷するとほら表面にテカリがあるじゃん。ああ、ありますね。レーザープリント独特の印刷の質。これで上から貼ったマスキングテープがほんの少しだけ剥がしやすくなるのよ。レーザープリンターのカラーが紙の表面に熱で圧着してるんだよねこれ。へえ、用紙の表面に膜があるんですね。そういうこと。これなら多分普通のマスキングを紙に貼ってカット加工して剥がすよりわりかし楽だと主任さんは思ったのね。ああ、なるほど。まあ、せっかく原寸大で作ったデータをそのままお蔵入りさせるのがもったいないってのが多分主な理由だろうけどさ。相変わらずだな。それでもこういうのが他にもあったら便利だと思うんだよね。まあ確かに。例えばファイヤーパターンとか。ああよいねー、そういうの作ってくれないかな。ということでこれからも見たいものを作る企画では、こういった形で皆さんと情報共有をしていこうかと思うので今後ともよろしくお願いします。データは概要欄からダウンロードできます。高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。それでは、また次回。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。